大川先生、こんにちは。あ、こんにちは。はい、山本君もこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。ザ・フィロソフィー・オブ・オーガズ柔術、セカンドシーズンを迎えました。すげえ。よかったです。よかったね。はい。またここからですね、5回ぐらいに分けて、新しい質問がこの健太山本君から飛び出すと思いますんで、マニアックでも全然構いません。難しいやつでも全然構いませんので、こちらまた世界に配信していきます。で前回の、翻訳つけてアップしたら意外とですね、アジアの英語を喋れる人たちが結構見てくれてるなと思ったんですよ。まあ結果的にはアメリカのアクセスが多かったです。ですが、なんか聞いたこともないなんかエストニアとかそういったところの人を見てくれてるんで、意外なところに需要があるんだなって分かりました。あっちの人はアジア好きだからね。はい、エストニアどこか知らないんですけど。というわけで、はい、何か始まる前に一言ありますか、小川先生。なんか買ったことあった？特にないです。はい。ADCC のアジアオセアニア戦で僕は優勝したんですけど。おめでとうございます。でそれは農技ですよね。はい。そうそう。じゃあ本戦も。本戦いつあるの？9月の下旬です。じゃあホットル頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。はい、そんなわけですかね。大丈夫ですね。じゃあ小川先生、今日はまた山田君の質問から始まります。よろしくお願いします。はい、どうぞ。今日は何かね。はい。今日は上のハーフガードでの足の抜き方を教えてほしいんですけど、ここまで来たとして、頭をどっちに置けばいいのかとか、このフレームが入ってる場合に、結構プレッシャーかけるの辛いんですけど、どうすればいいのかとか、あとここのスペースをどうしてもなんかに膝を入れられたりするんですね。それとかバタフライフックを入れられたり、そしたらどうするのかっていうのが分かんないんですけど、じゃあまず、頭の位置を。頭の位置。俺そうだ。とっても強力だと思うのは、ここに胸がつけたらギーメンデスがやってんだけど、このどこを止めるか3点、こことこことここをあなたの右腕と左腕と顎でこの3点でガチッと止める、そしたらねめっちゃ強いですよ。これはこことこことここ、ごめん、これはね膝が抜けた時だった。膝が抜けた時にでG面です。完全にこうなので、こうするとね潜れないんだ。普通さ、この顎を離してギュッて上にばっかり行くけど、だからこういうの食らうんですよ。こっちなんかすくってきて。そうだけど、顎でねここ止めるんだね。そしたら顎と両手で俺の体で試合ならほっぺた当てるけど、練習だと当てないけどね。でも本当に一緒ぐらいの強さだっても、これだったら抜けると思う。これどうしようもないもんね。ほらどっちも崩れないで3方向止めてっから、そしてもうこれギー抜いてはいないし、これはとっても強いと思うよ。あそこまで頭がいったらね。で頭をこっちに持っていくのはどういう時かと。そうです。たまに見るのがこうなる時もありますよね。これ強いよね。でなんで強いかっつったら、いろんな理由あるんだけど、潜りによい。なんでかっつったら、だって頭がこっちにあるとさ、俺の頭がこう動けるから、俺の頭と岩本さんの左膝が近づいちゃうからちょっと潜りやすいよね。でも頭が、俺の右側にあると右に移動できないから潜れないんだよね。そこがいいとこで、使い分けをどうしてるかって言ったら、ちょっと寝てもらっていい？俺の場合だよ。俺の場合はここでねつけれたらこっちに、ここがつけれなかったらちゃんとしゃべろう。低い位置で胸が当たったら、胸というか頭当てれたら、右ほっぺと右ほっぺが相対する方に行けば結構有利になるね。
あとね、足も抜きや、ここからの足抜きがうまければ足も抜きやすいし、ね、だけどさっきも言ったようにちょっとこの辺が空いてるとか、膝も入ってるとかあったら右ほっぺの右ほっぺは合わせれないから、ここから俺はこういうのが好きなんだけど、左ほっぺと左ほっぺ合わせてまあ、オーソドックスな形だよね、を作っていくというのが俺の考えだけど、今のところの、そんな今ので納得する。はい、本当に、それはよかった細かいこと喋ればまだいくらでも喋れるけど、とりあえず今のでいい。今のでいいと思います。一件落着ですか？はい、はい、じゃあ、疑問解決到底どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。お金もらえればいいね。まあ理想は今度アブダビで優勝してムンジャールでも黒帯で優勝したらアメリカ行けばまあいい生活できるんじゃない。でもまあアブダビアジアチャンピオンならアジアの国に行けば結構よくしてくれるんじゃないかな。俺も一応アジア人初の充実黒帯世界王者ということには一応してるんで、まあでもまあ戦績がなくても食べてる人もいるからうまくいけば食べれるんじゃない。だけどでも結局自分が一番苦にならないことで売れれば売れてそこで十分食べれるだけの対価がいただければなんだっけ、そうストレスがないね。やっぱりストレスがあるようなことをするときついから、何言ってたんだっけな、技を教えるのは技喋るのは好き。でそれで、まあ、人が喜んでくれて、サービスに対する対価を払ってもらえればいいね。だからまあ正直言ってやるしやるのが一番いいんだけどね。今からでもだけどまあ初めにお金取るのがすごいこと喋ってねお金をもらうのが結構心理的ハードルってあるじゃん。僕も部活でやってきたから、部活はあと柔道って結構無料が当たり前だみたいな、これボランティアとか柔道でお金を取るなんてみたいな文化があるから、結構まあ苦しんだというか、そこを乗り越えるのもちょっと何かは言ったんだけどね。なんでもうその7大学の先輩とかからもうそんな虚業をやってんじゃねえぞみたいなことを言われて、そうだよなって思ってた時期もあるんだけど、でもじゃあよく考えたらこの人たち何してんのと、まあいいとこに勤めててなんかいい給料もらってんだろうけど、でもあんたたちなんか社内の内部調整とかどうでもいいような社内政治とかで神経すり減らして、でもそれが仕事なんだよねみたいな。だから今俺がここでやってることの方がよっぽど虚業、お前らがやってることの方が虚業で、俺がやってることの方が虚業じゃないじゃん。だって嫌だったら来ないはずだから、それでやれてるんだから虚業じゃないんじゃないかなって思うようになって、ちょっと楽になったかな。だからまあ今すごい、価値観が多様化してるというか、好きなものみんな違うから、自分がこういうのを自分のこういうサービスを喜んでくれる人がいるかが不安だろうけど、それを出してそこにお金をもらって手応えがつかめれればいいね。すごいだからみんな自分のいいところっていうのがね、こんなところは違うとか思うことが多いんだよね。もうこれそう
でこれは使っても使わなくてもいいけど、うちの子供とかねすごい鼻血出すんですよ。で今日ご飯食べながら鼻血出してて、で喋ったらもう私は鼻血に対してはすごくもうなんかいろいろな考えがあると。普通止めた方がいいって言うけど、そしたら中で鼻血が固まってでそれをまた取った時に出るから、私は鼻血は全部出した方がいいと思ってるとか、冷やせって言うけど冷やしても固まってでっかい塊になるからそれは良くないとか言ってたのね。で俺びっくりして、それ夏休みのなんか自由研究やりなよって言ったらそれ嫌だとか言うよ。でも俺それすごくいいことだと思うんだよね。その人のそう鼻血出やすいからいろんな実体験だからね。でも僕はこういう仕事してるからそういうのがサービスになるって勝手に俺思っちゃうんだけど、でもそう思えないのが人が多いのはなんかもったいないなとは思うね。答えになってんのかな大丈夫かな